Mesha to be Season 6今回のMesha to beは北海道美瑛界隈。それでは早速 Let's get it started. 1. Bible 美瑛の丘に突如として現れるおしゃれレストラン。目の前の小麦畑がたまらんですね。これぞならでは北海道ならでは美瑛。日本人シェフのお店で三つ星を獲得したのは世界に2軒しかないといううちの1軒。札幌フレンチの巨匠中道シェフ率いるモリエールさん系列のおしゃれなお店。もちろんランチもディナーも楽しめますが、オーベルジュレストランなので宿泊も可能。お泊まりは2食付き 27,200 円からと敷居は高めだけど食事が美味しいのは間違いなし。ランチなら 3,200 円からで、これは同系列の中でもお安めの設定だね。そしてこちらはブランジェリーとしても機能しているのがありがたいのだ。そうなんです。名門レストランの美味しいパンを買うだけでも気軽に立ち寄ることができるんです。だから近所に来たら寄っちゃうよね。寄っちゃう。2. Forano Deris 元祖ドゥーブルフロマージュ生みの親。こちらのシェフが小樽土産の定番ルタオにドゥーブルフロマージュの技術指導したのよね。はい、上がマスカルポーネを使った爽やかな軽いチーズムースで、下の層はねっとりとした甘さとコクを感じるベイクドチーズケーキって感じのハイブリッドフロマージュ。美味しいやつっす。軽さと重さのバランスが絶妙で、こちらフラノデリスさんのはルタオさんのより甘さ控えめのアダルチックな仕上がりかな。ぜひ食べ比べてみてね。フラノプリンはトロトロクリームのようだ。マジ飲めるこれ。私たちの定番はこの3点セット。フラノに来たら寄っちゃいますね。はいってなんでフラノ美瑛特集でしょ。間違っちゃったのさ。マジでさせん。 3. Chai こちらはミシュランビブグルマンでも紹介された季節限定の丸ごとトマトが入った担々麺が話題のお店。丸ごとトマト担々麺は地元美瑛町産のトマトを丸ごと乗せてあり、ビジュアル的にも超インパクタブルな担々麺となっております。トマトの時期6月から10月頃までの期間限定商品なんだけど、トマトの甘酸っぱさとごまラー油のコンビネーションが絶妙で予想以上の美味しさなのよね。そうなんです。辛さが3段階から選べて、おいちゃんはやはり辛さ増しで注文。すっきり爽やかコクとキレのあるスープでございましたね。結構汗と鼻水はかかさりましたが、辛くてもトメイトがオアシスになって意外と食べ進められちゃうんだよね。そうなんだよね。ただビジュアルが映えるのはトマトに手をつける前までなのでご用心。これあなたの食べ方が汚いんじゃない？おっしゃる通りなんですだけどこれは毎年いただきたい担々麺なんです。はい。 4. Ramaruta 美瑛らしいログハウスのお宅にお邪魔しますって感じの可愛らしいお店。暖炉の炎が暖かくていいですね。まったりと時間が流れる美瑛の朝って感じでなんかいいわ。いいよね。こちらはアンビリーバボーな食事がいただけちゃうんです。はい、それがこちらの名物トースト。嘘っしょって数のミニパンが登場。これ40個ぐらい入ってました？入ってた。びっくりした。マジって感じちなみに200円のパンっていうメニューがあるんですが、それを頼んでもこの山盛りパンが出てくるみたいです。嘘っしょ。200円？どういう料金設定？200円言うたらクロワッサン1個の値段だよ普通。買えないかもしれないね。このトーストだってこんな立派なソーセージにかぼちゃの炊いたやつとかじゃがいもまでついて500円だよ。500円これは美瑛で最高の朝食ですね。中華オープンは11時なんですけど、せっかちさん向きではありませんが、まったりゆっくりしに訪れてみてくださいな。この手作りっぽいソーセージめっちゃ美味しかったよね。買って帰って冷蔵庫にストックしておきたいよ。ストック 5. ニューヨーク Fukiage Onsen Hakugenso こちらは上富良野になりますが、十勝岳中腹の大自然に囲まれた温泉宿。標高 1000m の天然温泉。ヒバの浴槽や湯葉風呂などの内風呂に開放感あふれる露天風呂がええんです。
サウナはこじんまり12人サイズだけどセルフロウリュできるのがいいよね。カッチンコッチンの水風呂など整い条件が揃いまくってます。気温は下界より5度ぐらい低く、夏でも夜はひんやりしてて過ごしやすい場所ですよ。サウナと露天風呂に入って大自然森林外気浴で心も体もリフレッシュしまくりです。広々露天風呂からは後ろには十勝岳、前には美瑛の町から旭川の町を照らす夕焼けまで望むことができます。ちょっと熊出そうで怖いけどね。確かに星空の綺麗さは言うまでもなし。キャンプ場も併設されていて、ライダーさんたちがたくさん宿泊されていますね。男女各露天風呂の他に大きな混浴の露天風呂もありますが、残念ながら水着着用が義務付けられておりますのでね、ギャルの皆さんは水着をつけて入ってきてくださいね。変態。Yes, I am. 6. Today's Katsu Curry. Sobadokoro Kodomaya. 創業40年以上の老舗蕎麦屋さんね。はい、老舗蕎麦屋さんのカツカレーをいただきに参上。どうですか、懐かしいフォルムのカレー山椒。スプーンインザグラスオブウォーター。そうなんです、来ました SGW。 Spoon in the glass of water. 新潟バスセンターのカレーを彷彿とする黄色いカレー系。それ系。それほど辛くもなく、安心安全の普通のルーカレーですが、大きなじゃがいもがゴロッゴロ入ってて思わず懐かしいと声が出ちゃいました。最近ではなかなか食べられなくなったタイプのカレーですからね。福神漬けがたっぷりってのもこれ嬉しい。ここまで昭和の家庭のカレーっぽいのも珍しいよね。ほぼ毎日カレーの映像は見せられてるけど。見せられてるってやっぱ好きですね、こういうの。和だしでルー伸ばしてるからなのかな。しょっぱくならずに奥行きがある感じでナイスカツカレーでした。よかった。もうカレーが好みじゃないとすごい機嫌悪くなるからさ。機嫌悪くなってなくてほんとよかったよ。よかったね。 7. Junpei. こちらも飯旅ではたびたびご紹介してますね。飯旅を始める前からエビ好きのかみさんにこのエビフライを食べさせるために美瑛を訪れていましたね。そうなの。こちらのエビフライが美味しくてびっくりなの。いや、エビフライでしょって思うのよね。そうなんだよね。まさかこんなにエビフライが普通のエビフライと違うとは思わないからね。ふわサクなんだよね。衣サクサク、エビプリップリ、ソースがかかってるのになぜかふわふわサクサクの衣。そういえばフワちゃんどこ行ったのかな。プロレスラーになってなかったっけ。そうだった。そうだ。なんでもパン粉用のパンを毎日お店で焼いているそうで、あと3種類をブレンドしたオリジナル油で揚げるっていうのも順平さんならではの、順平じゃなきゃ味わえないフライの秘密なんでしょうかね。フライでこんなに違うとはね。恐るべし順平さんだけど今混みすぎちゃってちょいと心配。ねえ、大型バスがどっかん来ちゃってますからね、美瑛の住宅街に。ある意味異様な光景ね。あれは韓国からのツアーかな。大量に美味しいものを作り続けるっていうのはなかなかできないからね。よね。 8. 7-star no key. 美瑛と言ったらこれ。美瑛を有名にしたのがこの一本の木でございます。はい、1976年タバコのパッケージに使われて一気に有名になりましたね。あれ、セブンスターのコマーシャルじゃなくてのようなんです。うっすらは覚えてるけど、コマーシャルでも使われたとは思うんだけど、タバコのパッケージ自体にこの木が使われてましたね。知らない。丘の頂上付近にスッと立ってて北海道らしい開放感ですね。これはカラマツの木で周囲は農地。季節ごとに景色が変わるのも魅力ね。夏の緑も気持ちいいけど冬の美瑛も綺麗なんだぞ。ただしこちら農地なのでね、立ち入りや路上駐車は NG。 マナーは大切ですね。はい、白樺並木が切られちゃったんだよね。残念でならねどうにかならんかったのかね。 9. Sirigane Aoi Ike. 続いてはガラッと雰囲気が変わりますよ。白金温泉近くの白金青い池。うわー、本当に青い。絵みたい。これ池自体は火山泥流対策で作られた人工池なんですが、水中の成分が光で散乱して偶然的に青く見えるのだそうなんです。なんか立ち枯れた木が水から出てて幻想的よね。天気や時間帯で色が変わるので何度見ても印象が違いますよね。
自然の偶然ってすんごいね。前はさ超自然のままで良かったんだけど、最近観光地化しちゃって駐車料金がかかるようになったし、青い池ソフトが600円だの、青い肉まんだの、ちょっと様子がおかしくなっちゃってね。飯旅ーズ的にはこの池よりもさらに上に上がった白ひげの滝の方がお気に入り。超神秘的だよね。高すぎてあんまり下見れないんだけどね、超高所恐怖症だからね、特にあなたは。はい、超高所恐怖症の滑舌障害です。 10. Between the bread. 道の駅美瑛白金ビル圏内にある BTB 飯旅ではおなじみでございますが、やはり外せませんね。やっぱり美味しいが、しかしお値段がどえらいことになっておりました。はい、コンボにすると2000円オーバー。わだけども大人気。週末夏休みと重なって長蛇の列、途中で諦めて帰る人たちもちらほらいたよね。そうそう、できればウィークデーの空いてる時間帯の方がいいのかなとは思いますが、バーガー自体もハイクオリティな BTB らしいやつがいただけると思います。 Between the こ bread. のハンバーガーは週1ね。週1くらいはいただきたいわ。日本トップレベルの美味しさかと思います。トランプ大統領と安倍首相が食べたバーガー屋さんにも負けてない気がする。はい、そう思います。でもおいそれとは食べれなくなりました。高級ですな。ハンバーガー1個で1500円だからね。味わっていただきましょう。はい。 Jikano mesh tabiwa. Zet taimata tabathai. Forano kaiwai des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなちく。目の前の小麦ギャパだけがこちらはミッシュブグランでも紹介された元祖ドゥーブルフロマージュ技術指導したのよね。ドゥーブルフロマージュの技術指導したのよね。かわいいね。言えてたでしょ。どうでしょう。ドゥーブルフロマージュの技術指導したのよね。笑っちゃうのね。一生懸命やってんの。